今回やってきたのはフィリピンの首都マニラ。日本からはフライトで約5時間、バンコクからだと4時間ほどです。最初に訪れたのはマニラ大聖堂。450年以上の歴史を持ちますが、現在のお堂はおよそ70年ほど前に再建されたもの。なぜフィリピンにこんな立派な教会かと思うかもしれませんが、実はフィリピンはアジア最大のクリスチャン人口を誇る国。16世紀にスペインに占領されて以来、キリスト教が広まっていった地域なんです。お堂の中も外も超本格的な作りになってて、東南アジアの他の国ではなかなかお目にかかれへんクオリティですね。そんなマニラ大聖堂はインストラムロスという観光名所の一角にあります。インストラムロスは壁の中という意味の城壁都市で、スペイン統治時代に築かれました。そして大聖堂から移動してやってきたのがサンチャゴ要塞。かつてスペインやアメリカがフィリピンを統治していた時代、軍事的に最も重要だった拠点です。いかにも堅牢そうないかめしい作りしてますね。と思いきや、開放的な空間が現れました。そして実はここ、フィリピンの大英雄がその最後の時を過ごした場所でもあります。それが彼、ホセ・リサール。フィリピン独立運動を率いた国民的英雄です。ヨーロッパへも留学し、複数の言語を操り、文学を通した穏健な改革運動であるプロパガンダ運動を率いました。ですが、植民地政府により処刑されてしまいます。その直前まで彼が幽閉されていたのがこの場所です。結局、彼の死後にフィリピンは一度は独立を勝ち取りますが、アメリカによって再び植民地化されます。そして第二次世界大戦では日本によって占領されてしまいます。この白い十字架は地下牢で日本軍の犠牲になった600名の犠牲者を追悼するために建てられています。このメモラーレというモニュメントは1945年に起きたマニラ市街戦で犠牲になった10万人の市民を追悼するものです。日米両軍の戦いに巻き込まれ、数多くの一般市民が亡くなり、市街地もほとんど破壊され尽くしました。戦争というのは本当にあってはならないものです。先ほどマニラ大聖堂が再建されたって話しましたが、そもそも壊れたのはこのマニラ市街戦の時です。そんな戦火を免れた数少ない建物がこのサン・アグスティン教会です。フィリピンで世界遺産に認定されている4つの教会のうちの1つ。17世紀初頭に完成した400年以上の歴史を持つ教会です。ちなみにサン・アグスティンっていうのは聖アウグスティヌスのことで、そっちに興味あるって方は古典チャンネルで彼の本解説してますんで、ぜひチェックを。なんなら僕が書いた本でも紹介してます。はい。宣伝多くてすみません。でも大好きなんです、アウグスティヌス先生。ここにはなんと教会なのに狛犬が。アジアと西洋の宗教観が融合したまさにフィリピン独自のコラボですね。いやー、こんなん僕は他で見たことないですね。逆にあったらぜひ皆さんコメント欄で教えてくださいね。いろいろと展示も充実しているようなので、博物館の方にも入ってみましょう。実は僕は一回ここ見逃して別の場所行きそうでした。危ねえ。立派な中庭。それでいって熱帯感満載の木々。ここもまたフィリピンっぽい景色ですね。映画の撮影とかでも使われてそうなぐらい映えまくってます。回廊は涼やかで最高の居心地。博物館側も空間が広々としていて開放的です。おっきな絵がたくさん並んでます。なんとまさかの日本で処刑されたと思われる方々の絵も並んでいます。おそらく江戸のキリシタン弾圧の時代ではないでしょうか。そして像もたくさん並んでます。その中には我らがアウグスティヌス先生が。西方教会最大の恐怖と呼ばれるレジェンドです。炎の中で助けを請う人々の上にいるのは煉獄の魂の守護聖人、トレンティーノの聖ニコラウス。異端審問官で恨みを買って暗殺されたベローナの聖ペトロ。頭と胸を刺されて亡くなったのでこういうお姿をされてます。ちょっとビビりますよね。などなど盛りだくさんの展示物。
上から教会のメインホールも眺められるし、博物館は絶対来て正解でしたね。マジでめちゃめちゃ荘厳。中庭も綺麗し、ええなぁ。近場にこんな場所あったらしょっちゅう本読みに来ますわ。YouTube とか SNS 用の撮影も無限にはかどりそうですよね。さっき上から眺めてたメインホール通って外へ出ます。ちなみに天井はダマシ絵なんですね。これすごい技術です。最初分かりませんでした。右側に聖母マリア、真ん中にイエス、その後ろにはアウグスティヌスへも多大なる影響を与えた聖パウロ。マニラ他にもいろいろ回ったんですけど、メインどころはここまで。次の都市へ向かいます。